本日お伝えしたいことは次の通りでございます。2024年6月期は、医療機器販売事業において、手術等の症例数が当初の想定以上に回復し、消耗品の販売が堅調に進んだため、売上高、営業利益、経常利益がともに期初の予想を上回る結果となりました。加えて、当第4四半期に連結子会社が所有する投資有価証券を売却し、特別利益を計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益についても、期初予想を上回る結果となりました。2025年6月期までの中期経営計画の最終年度を迎えますが、売上高目標については、計画を上回る水準で推移し、当決算にておよそ達成したため、中期経営計画をアップデートいたしました。世界情勢に起因する資源価格の高止まり、円安の影響により、売上原価は増加を見込みますが、M&A およびアライアンスによる流通網の拡大、収益改善などにより、2025年6月期もグループ一丸となって達成に取り組んでまいります。メディアスホールディングスグループはこれからも医療機器の販売等を通じまして、地域医療への貢献をしてまいります。医療を止めないために、我々自身がサステナブルな会社であり続けるよう邁進してまいります。次に、2024年6月期の決算の状況をお伝えいたします。売上高は2597億8900万円。前期比 108.7%。金額では207億3400万円の増加となりました。営業利益は13億2700万円。前期比 70.6%。経常利益は17億5000万円。前期比 72.2%。当期純利益は11億2400万円。前期比 75.1% という結果になりました。詳しくは第2部で経理担当の芥川よりご説明申し上げます。次に当社の概況についてご説明申し上げます。当社グループは医療機器の販売を行う事業会社を中心に修理・保守を行う会社、医療機関向けにソリューションサービスを提供する会社、介護福祉機器の販売事業を行う会社です。成り立っており、現在14社でございます。特に人口が多い首都圏に高いシェアを持つことを強みとし、北海道から福岡県まで営業エリアを拡大しております。なお、マップの色がついている都道府県が、当社グループが拠点を置いている都道府県となっておりますが、当決算説明会資料より、拠点の集計対象と集計方法を見直しいたしました。新たに物流拠点をカウントに加える一方で、同一住所内の営業拠点はカウントしない方針といたしました。2024年6月末時点で、本社営業拠点が81拠点、物流拠点が7拠点となっております。こちらは私どもの顧客の属性でございます。地域医療の基盤である公的医療機関や先進医療を担う大学病院を中心に信頼性の高いお客様の取引をさせていただいております。こちらは2019年以前から足元までの経営テーマ、課題への対応を時系列で並べており、売上高がどのように推移しているかを示しております。このように売上高は順調に推移しておりますが、足元の課題としてコロナ特需の反動減や円安による仕入れ価格の上昇、人材の確保、医療費抑制政策への対応などがございます。この課題は同業他社にも共通するものであり、我々にとっては M&A によるさらに流通網を拡大するチャンスであると捉えております。医療機器の市場はご覧の通り、年率で2から 3% の成長が続いており、社会全体の高齢化による医療費の増加と
さらなる医療技術の進歩により、医療機器がより高度なものになり、高額化することによって、さらに市場規模が拡大することが見込まれております。従いまして、まだまだトップラインを伸ばす余地があると考えております。ここからは、中期経営計画とビジョンについてご説明申し上げます。冒頭でも申し上げました通り、2025年6月期までの中期経営計画は、売上高目標については、当決算においておよそ達成したため、アップデートいたしました。売上高、シェアについては、これまでに一定の拡大ができたと考え、今後は経常利益を指標として、2027年に24億2000万円を目指します。そのために収益改善への取り組みを進め、利益の確保に努めてまいります。引き続き M&A による規模拡大は継続しつつ、既存事業の強化によるさらなる成長を目指します。続いて、中期経営計画を達成するための企業価値向上に向けた戦略をご説明申し上げます。当初は5つのマテリアリティを掲げたサステナビリティ経営を基盤とし、M&A、ソリューションツール、医療機関、メーカー、社内を対象とした業務効率化の3つを強みとしております。そして、本中期経営計画では、既存事業の構造改革と事業投資の選択と集中を主要なテーマと位置づけ、方針を掲げました。利益向上を最重要課題とし、そのために既存地域での営業活動は生産性向上を追求いたします。利益成長を伴わない売上拡大のみの施策は抑止し、事業運営に関わるあらゆる経費の効率化を図ります。成長につながる M&A とアライアンス戦略に投資を優先し、それ以外の事業投資については、リスクの高いチャレンジングな投資や利益改善につながらない投資は抑制いたします。投資案件は PDCA サイクルで効果検証及び修正改善アクションに注力し、早期の利益貢献を目指します。利益体質強化によって従業員の報酬への反映、採用・育成の充実を図り、安定的な人的資本の増強を行い、将来にわたる企業価値向上の礎といたします。事業効率と資本効率の向上によって、盤石な財務基盤、安定的な株主還元を目指します。ここからは我々の3つの強みについて一つ一つご説明をさせていただきます。まずは M&A 戦略についてでございます。我々が M&A およびアライアンスを推進する背景には、日本における医療機器市場の成長率の鈍化というものがございます。先ほども申し上げた通り、日本の医療機器市場は高齢化に伴い、2060年までに伸び続ける予想となっておりますので、トップラインを伸ばす余地は十分にあると言えます。しかしながら、当社の売上高の約6割が輸入品であり、海外メーカーにとって日本の医療機器市場はその成長率の鈍化や償還価格によって価格が抑えられ、その後も下落していくために採算が荒いことや、薬事承認を含めて市場導入時のコストが高いなどの理由から、魅力が薄れ、優先度が下がってきている状況でございます。そのような状況下で、我々日本の代理店がメーカーに求められていることは何かというと、広範囲をカバーする流通網と経営の安定性でございます。メーカーから選ばれるディーラーになるために、これからも我々メディアスグループは M&A やアライアンスで流通網を拡大してまいります。こちらは当社の近年の M&A の一覧でございます。M&A とアライアンスにより、規模と流通網を拡大し、さらに専門分野の分社化や統合を行うことで、より効率的な運営体制の構築と営業力のさらなる強化を図ってまいりました。続きまして、メディアスグループの強みであるトータルソリューションビジネスについてご説明いたします。医療機関では、医師の働き方改革への対応や
医療費抑制政策による収入の減少、医療材料費の高騰など、経営課題がますます深刻なものとなっています。メディアスグループは、より良い医療環境の構築を目指す医療機関に必要な複数のソリューションツールを提供することで、医療や介護の現場を多方面からサポートし、信頼を獲得しております。100万点のマスターを持つアソースデータベースを基盤とし、複数のソリューションツールを持つことが強みでございます。これらのツールを組み合わせ、顧客のニーズに対応したオーダーメイドのソリューションを提供しており、医療機関を効率化するとともに、我々ディーラー業務の効率化にも貢献してまいります。当社のソリューションツールについて、一つ一つご説明させていただきます。アソースデータベースは、メディアスホールディングスの独自に構築した日本最大級の医療材料データベースでございます。メディアスグループのソリューションツールの基盤であり、高い網羅性と信頼性、即時性で情報収集と業務効率の改善に貢献しております。メッカル分析サービスは、個々の医療機関の購買状況を多角的に分析し、問題点を見つけ、購買マネジメントをサポートするツールでございます。約2000病院分の医療材料価格データを集約し、そのデータをもとに市場における価格の適正度をつかむことができ、価格交渉や適正な商品の選択につなげていただくことができるため、医療現場の業務と経営効率化に貢献いたします。当社の SPD は、従来の物流管理効率化に加え、医療材料の適切な選択や妥当な購入価格の設定などにより、医療現場の業務と経営効率化に貢献しております。アソースストアは、中小規模病院向けの簡易 SPD サービスでございます。SPD の導入にはコストがかかることから、多くの中小病院では導入が難しく、看護師の業務負担が増加しております。アソーススターを導入することで、材料ごとに違う医療機器、ディーラーやメーカーへの発注や納品そういったものを整理すること、これまでの能力が削減されます。サージレーンは病院経営の要となる手術室の収支を明理化するソリューションでございます。手術に使用する医療材料の管理や準備など、病院内における間接業務の効率化を支援し、さらには手術室の稼働や収支の状況などを明瞭化し、改善を促し、医療現場の業務と経営の効率化に貢献しております。これらのツールは単に IT ツールとしてのサービスだけではなく、医療機関向けのサービスや医療材料の供給をめぐるビジネスモデルの変革をもたらし得る、いわば複合的な取り組みとなっております。これらをトータルで提供できることも当社の強みであると思っております。次に、我々の仕入れ先であるメーカーの効率化に寄与するサービスをご説明させていただきます。メーカー、そして我々医療機器ディーラーも同様ですが、現在、物流のコスト増や労働時間削減への対応が必要とされています。メディアスグループでは、引き取り物流を行って、その負担を軽減するとともに、3PL 事業により、在庫管理や出庫業務請負など、メーカーの物流課題の解決に貢献しております。最後に、グループ全体の業務効率化への取り組みについてご説明させていただきます。左上からグループ全体のコーポレート業務をシェアード化しております。右に移りまして、グループ内の循環系、整形外科系などの専門分野を集約して、グループ内再編することにより、経営資源の効率化を目指しております。次に、仕入れの共通購買や相互管理システムの導入により、調達、物流の最適化に取り組んでおります。その下に移りまして、営業活動の効率化、顧客満足度向上のために、経営管理の変革を実施しております。そして、業務の属人化を防ぎ、組織力を高めるためにデジタル化の推進に取り組んでおります。
最後に、ディーラーにとって人材は要と言っても過言ではございません。従業員一人一人が成長し続け、能力を最大限に発揮し続けることができるよう、環境の整備や研修、教育に取り組んでおります。これらの効率化は、コスト削減だけでなく、生産性を向上し、従業員の働き方改革やモチベーション向上にも寄与する取り組みとなっております。当社グループの最近のトピックスでございます。2024年3月に山梨県の誠医学生がグループインいたしました。同社は山梨県の最大手医療機器ディーラーであり、一般の医療材料や画像診断装置から眼科、整形外科の専門分野も取り扱っております。今回のグループインにより、山梨県のトップシェアを堅持することを目指しております。そして、循環器領域の専門ディーラー、アルバスの子会社として、兵庫県神戸市を本社とする株式会社アルセントを設立いたしました。兵庫県から福岡県まで拠点を設置し、西日本エリアへ流通網を広げ、営業エリアも大きく拡大いたしました。これにより、循環器領域のさらなる強化と、全国を網羅する流通網の構築へとつなげてまいります。当社は ESG の側面を経営戦略に統合し、長期的な視野で持続可能な経営を実践することを目的とし、サステナビリティ委員会及び5つの専門委員会を設置しております。そして、2024年7月には、グループ各社に活動を支援するため、新たなサステナビリティ推進室を設置いたしました。現在までの進捗についてご説明いたします。まず、国際的なガイドラインや評価機関の評価項目を参照し、分析を実施し、課題を抽出いたしました。そして、影響度の高いものの中から5つのマテリアリティと、それらを構成する15のサブトピックスを決定いたしました。マテリアリティは、確かな医療、介護機器の安定的な供給、イマジネーションによる医療・介護の変革支援、環境保全への対応、価値構造につながる人材活躍の推進、持続的な信頼の確立と成長の両立でございます。今後は、これらのマテリアリティに優先順位をつけ、指標、目標を設定し、グループ全体で包括的な取り組みを加速してまいります。当社グループは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価、管理するため、2022年度にスコープ1から3の温室効果ガス排出量の算定を実施いたしました。温室効果ガス排出量の削減目標については、2030年度に2022年度の基準排出量からスコープ1、2を 42% 削減する水準を設定しております。当社グループの人材の多様性に関する指標でございます。全体としてどれも十分ではございませんが、昨年と比べて増加しております。男性労働者の育児休業取得率につきましても、法改正があったことに加え、社内周知を行った結果、昨年の2倍程度の取得率となりました。今後も人材教育に加え、働きやすい職場環境づくりや多様性を尊重する社内風土の醸成を通じて、多様な人材が働きがいを持って活躍できるよう推進してまいります。次はグループ全体として取り組む社会貢献活動でございます。昨年より国連 WFP のレッドカップキャンペーンへ参画し、プライベートブランドアソーストレクトの売上の一部を寄付しております。これまでの実績は合計で約650万円となりました。また、従業員から任意で寄付を募り、会社が同額を上乗せして国境なき医師団への寄付を行うマッチングギフトを実施しており、昨年のスタートから合計約270万円を寄付しております。さらに、株主優待として株主様が社会貢献をご選択いただいた場合にも、同団体へのマッチングギフトを実施しており、昨年は22万4000円を寄付いたしました。
人々の健やかな人生と医療現場を支える企業として、これらの社会貢献活動は今後も継続していく所存でございます。それぞれの事業会社でも、地域のプロスポーツチームや行政と連携して、様々な社会貢献活動を行っております。活動の詳細につきましては、資料をご覧ください。そして、共和医科機会とアルバースでは、子どもたちに医療の仕事を楽しみながら体験していただくイベントを2007年より12回開催しております。今年は10月に静岡県静岡市にて開催する予定でございます。また、医療従事者への感謝と応援メッセージをした笑顔トラックで医療材料をお届けしております。冒頭でも申し上げました通り、メディアスホールディングスグループは、今後も社会に貢献する企業グループとして成長を続けてまいります。第1部の説明は以上となります。ご清聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは。メディアスホールディングス取締役専務執行役員コーポレート統括本部長の芥川です。私からは連結決算の状況についてお話しさせていただきます。2024年6月期決算のポイントです。売上高でございますが、期首想定よりも省例数の回復が進展、販売エリアの拡大、既存販売エリアにおける新規省例獲得により、手術関連製品の販売が増加いたしました。売上高2597億円、期初計画比 4.8% 増でございます。売上高は前期比で増加しておりますけれども、販売費及び販売管理費の増加に伴い、営業利益は減少をいたしました。営業利益は 13.2 億円、前期比 29.4% 減でございます。売上高のうち、消耗品、手術症例数増加及び整形外科領域を中心とした新規省例獲得による手術関連製品の増加がございました。販売エリアの拡大によりまして、売上高につきましては増加したところでございます。備品におきましては、主要顧客の新築案件にかかる備品販売、前期において一部継続していた新型コロナウイルス感染対策にかかる備品販売は収束をしております。先ほどお話ししました利益の減少でございますけれども、機種に計画していたシステム、物流に関する設備投資の一部を実施、延期及び中止したことにより、実施案件の費用抑制に努めたことで、販売管理費及び一般管理費は機種計画内で推移をいたしました。加えて、売上高の増加及び為替の影響等で仕入れ価格が高騰する中でも売上総利益率を維持できたことで、営業利益は機種計画を上回る結果となりました。営業利益は 13.2 億円、中計画比 32.7% 増で、の実績でございます。販売費及び一般管理費の状況です。販売費及び一般管理費は297億6100万円、前期 8.4% 増、そのうちの人件費188億6600万円、前期比 8.5% 増でございます。人件費につきましては、事業規模拡大に伴う人材の採用、減価償却費は2022年5月より稼働している新物流センターにかかる減価償却費が継続して発生をしております。業務委託費については、事業規模拡大に伴う物流費等の外部委託費用が増加いたしました。その他、2023年7月に譲り受けた事業ののれんの償却が発生をしております。営業利益の増減分析でございますけれども、当期につきましては、増収効果としまして18億100万円。そちらから人的投資にかかる費用の増加が1480億万円のマイナス。設備投資のマイナスが500万円。業務委託費が1億1900万円。その他経費につきましてはマイナス7億2400万円。結果24年6月期の営業利益は13億2700万円でございました。
次に、都道府県別の売上高の推移でございます。こちら、北海道につきましては、前期比 117.1% ということで、ノアインターナショナルがですね、前期の期首から連月に入りましたけれども、当期は、通期で、実績が反映できましたので、こちらの数値がですね、伸びた要因となります。千葉県につきましては、整形外科領域の事業成就を受けた関係もありまして、症例数の回復とともに実績も伸ばすことができております。静岡県につきましては、新築案件の自宅等がございまして、備品販売が好調に推移しました。その結果 112.7% ということで、売上が伸長しております。売上高の推移です。備品以外でですね、売上高は3000トンで9億1800万円。こちらはですね、以前からの比較のため収益認識による会計基準の適用をせずにですね、算出をしております。前期比でもですね、備品消耗品ともに増加という形でございます。消耗品ですけども、それぞれの分野におけるですね、割合はこちらの表の通りでございます。可燃度からの増減でございますけれども、カテーテル検査におきましては、新規のエリアでの拡大の増加もありまして、可燃度から比べまして増加という形になっています。売上高の増加要因でご説明しました通り、整形外科の症例数が回復をいたしましたので、事業成就のですね、エリアの拡大も含めまして、整形外科領域のインプラントの販売は好調に推移をしております。一方、この中においてですね、売上の増加がありました PP 製品、こちらにつきましてはコロナ感染症のですね、収束に伴いまして売上高は減少したといった次第でございます。次に、備品のですね、分野別の売上高でございます。こちらですね、各それぞれの売上高の推移、割合につきましてはこちらの表の通りでございます。備品の売上高につきましては、放出線機器、こちらはですね、前期、大型機器がありましたけれども、当期もですね、新築移転等の影響によりまして、順調に推移いたしました。内視鏡検査、こちらについてもですね、前年よりも伸ばせているといった具合でございます。介護福祉機器、レンタルの売上でございますけれども、前年比でですね、こちらにありますように、売上を伸ばすことができております。続きまして、2025年6月期、通期の業績の見通しでございます。売上高は2800億円、営業利益14億円、経常利益20億円、当期純利益が12億8000万円でありまして、前年の実績につきましては、こちらに記載の通りでございます。2025年6月期、通期の業績の見通しでございますけれども、売上高、売上総利益につきましては、西日本におけるさらなる証券の拡大及びグループインをした事業会社に関する実績の通期計上がございます。ソリューションの展開強化、SPD の新規受託による売上の増加を見込んでおります。検査、手術症例数の増加、整形外科を中心に新規症例の獲得を目指しております。営業利益、経常利益、及び親会社株主に帰属する当期純利益でございますけれども、主要子会社における事業規模拡大に伴う人材定期採用の継続、ベースアップの影響によりまして、人件費の増加は引き続き見込んでおります。営業拠点の移転、開設の見込み、2024年6月期第4四半期に稼働している倉庫管理システムに関するコストの通期計上がございます。販売量増加に伴う物流コストの増加も見込んでおります。2022年5月より稼働している物流センターに関する補助金収入を物流センターの償却管において均等に営業外収益に計上する予定でございます。配当成功でございます。2024年6月期の配当につきましては、方針に伴いまして業績の修正からですね、期首予想から7円増配し、1株当たり21円に修正をいたしております。
来期の配当につきましては、配当の方針でございます。中長期にわたる安定的な成長を維持するために、必要な内部留保を確保しつつ、その成長に応じた成果の配分を実施することを基本方針としまして、連結での配当成功30%をめどに配当を行うこととしております。2020年6月期の配当は19円を予定させていただきまして、配当成功は33%でございます。続きまして、資本コストや株価を意識した経営、こちらにつきましては、当社の資本コストと資本収益性の現状分析です。当社の株主資本コストは約 5% 程度と認識をしております。一方、当社の ROE は2021年6月期をピークに低下傾向にでありますが、株主資本コストを上回る水準で維持をしております。中長期には 6% 台で推移すると予測しておりますが、中期経営計画に基づき、収益性の向上に努めながら、長期的には 8% 以上を目指してまいります。PBR については、2020年6月期以降、株価下落に伴い1倍割れの状況で推移をしておりましたが、2020年6月期の第4四半期に株価が上昇に転じたため、PBR が1倍まで回復をいたしました。今後は収益性改善や対外発信の強化によって、市場評価の向上を目指してまいります。中長期的に 6% 以上の水準を、長期的には 8% 以上の水準を目指す方針でございます。中期経営計画に基づき、当期純利益を向上させるべく、収益性の改善を図ることで、ROE を高めてまいりたいと思います。第2部の説明は以上となります。ありがとうございました。